ご理解第54節。徳のないうちは心配する。真徳を受ければ心配はない。まずご神徳を受けたい。ある人は金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。愛楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛論のマスターから。昨日はビデオを編集させていただいた後のそのビデオをハードディスク、パソコンのハードディスクですね、これに保存しようという作業をしておりました。そしたらその保存しようとするハードディスクにエラーがあることが分かりました。それでそのどれくらい使っているかを調べてみましたら、もう2万数千時間ですか、2万時間以上そのドライブを稼働させていることが分かりました。もうそれでそろそろ寿命を迎える頃だというのですね。いくつかエラーが記録されており、もうやがて早晩そのハードディスクが壊れるだろうという状況になっていることが分かりました。それで思わされましたことは、その中身にですね、そのハードディスクには他のデータがまたたくさん保存されていますから、そのデータを別のハードディスク、新しいハードディスクに保存をし直さなければ、やがてその寿命を迎えた今まで使っていたハードディスクからはもうデータが取り出せなくなるわけですね。それでこれは神様のメッセージだなと今朝の新中記念の時に思わせられたことでしたけれども、いわばハードディスクというその肉体ですか。肉体はもう寿命になるけれども、その中のデータですね、これを次の新しいハードディスクに移し替えて、いわば伝えていかなければならない。大切なのはそのハードディスクではなく、その中身だというのですね。これは人間にも当てはまることだと。大切なのは私どもの肉体ではなく、その中身だと。いわば魂だと、心だということですね。いずれ形あるもの、その肉体、それは終わりが来る。寿命が来る。しかしそこで中のデータというのでしょうか、いわゆる私どもの魂をまたその次に伝えていかなければならないのだと。それで中に入っていたデータが、そのハードディスクが壊れてもう動かなくなった。それでとうとうデータがもう取り出せなくなった。では今まで蓄積してきたデータが意味がないわけですね。これは私どもの精神、心、魂ということにおいても同じだと。信心させていただき、魂を磨くことに気づき、そのことに精進させていただいてきた。それがその次の世代にも伝えられないならば、何というのでしょうかね。今までせっかく積み上げてきたものがまた無駄になってしまう。もうそれまでだと。
底止まりになってしまうということなのですね。ここに信心の継承と言われるのでしょうか。それの大切なことを教えていただいたように思いますね。今朝のミニご理解ではありませんけれども、ご神徳を受けたいと、愛楽では一切をお得にしていく道を教えると、世の中でそのお得をいただきたい、お得をいただくためにと精進している人々が少ないことでしょうね。もし私どもが何も人々に伝えることなく終わってしまったならば、この信心の道というのか、人々がその神徳を受けるために、お得をいただくために魂を磨いている、また清めているというそのことが伝わらないままではいけないというのですね。ただ単に肉体のために、肉体が成長する、そして肉体を喜ばせることのための一生であるという生き方だけで終わったのではいけない。もっとご神徳をいただくためにその一生があるのだといったような、その内容ですね。生きるための内容というものを次の世代にまた伝えていかなければならない。その魂、精神といったようなものが次の世代に引き継がれないならば、また次の世代はただ肉体が成長して肉体が朽ちていく、それだけで終わってしまうのだと。人間はただ肉体が成長し肉体が朽ちていく、それだけではないのだということなのですね。この世に生を受けている間にその魂を磨き清めした、そのことをまた次の世代にも伝えていかなければならないと。その生きた内容というのでしょうか。その人の内容を、魂を次の世代に伝えていかなければならない。これは信心を伝えていくということでもあると思いますね。そうでなければ、何というのでしょうかね。せっかく蓄えられたデータ、せっかく磨かれた魂、それが肉体とともに滅んでいくといったのでは、何とも惜しいことだということですね。とても私どもの心の在り方が、信心というものが次の世代にも伝わっていくような、そういうことをさせていただかなければならないということを教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。